皆さんこんにちは。いつもお聞きいただきありがとうございます。ほのぼのです。この度スクリプトの PDF を新しくしました。動画の台本の他にメモを書くことのできるスペースを追加し、さらに1ページ目には大まかな動画の内容と目次を設けました。今までよりも使いやすくなったのではないかなと思っています。もちろん例文や単語リストも今まで通りあります。PDF のリンクは動画の概要欄にありますので、ぜひそこからコピーやダウンロードをして皆さんの日本語の学習にお役立ていただければ幸いです。またアンケートも実施しております。今後さらに皆さんに楽しんでいただける内容をお届けするために、ぜひご意見やご感想をいただけたらとても嬉しいです。アンケートは5分程度で終わる内容になっておりますので、お手すきの時にぜひご協力いただけたらと思います。アンケートのリンクも動画の概要欄にあります。では早速今回のテーマ、日本の春についてお話ししていきますね。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に、今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。今日のテーマは日本の春です。皆さんの国の春はどんな季節ですか？日本の春はたくさんの人が楽しみにしている季節です。寒い冬が終わって少しずつ暖かくなってくると春が来たなぁと感じます。日本の春にはいろいろな楽しみがありますよ。どんなことがあるのか紹介していきますね。ところでそもそも日本の春はいつからいつまでなのでしょうか？日本の春は3月から5月頃までです。もちろん地域によって少し違います。北海道などの寒い地域では春が来るのが少し遅いですし、沖縄では3月にはとても暖かくなっています。でも多くの人が3月、4月、5月を春と感じます。では日本の春にはどんな楽しみがあるのでしょうか？日本の春といえばやっぱり桜ですね。日本では3月から4月にかけてあちこちで桜の花が咲きます。公園や川の近く、学校の校庭にもたくさんの桜の木があります。桜が咲くと街が一気にピンク色に染まってとても綺麗です。春になると人々は桜を見ながらご飯を食べたり、お酒を飲んだりします。これをお花見と言います。友達や家族とピクニックをする人も多いです。お弁当を持ってレジャーシートを広げてのんびり過ごします。でも桜の花は短い間しか咲きません。満開になってからだいたい1週間から10日ぐらいで散ってしまいます。満開とは花が全部咲いていることです。例えば桜の花が全部開いてとても綺麗に見えるとき、桜が満開ですと言います。満開になると公園や道が花でいっぱいになります。でも花はずっと満開ではありません。何日かすると花びらが少しずつ落ちていきます。だからこそ桜が満開になるとみんな今しかないと思ってお花見を楽しむんです。春は美味しい食べ物もたくさんあります。例えば桜餅。
ピンク色のお餅の中に甘いあんこが入っています。お餅とはお米から作った食べ物です。白くて柔らかくてよく伸びます。あんことは小豆、小さい赤い豆を甘くしたものです。ペーストのように柔らかくてしっとりしています。日本ではお餅やパンの中に入れて食べることが多いです。たい焼きやどら焼きというお菓子にも入っています。お餅の外側には桜の葉っぱが巻かれています。この桜の葉っぱはちょっとしょっぱいですが、桜のいい香りがします。あんこの甘さと桜の葉っぱのしょっぱさのバランスが良くて、とても美味しいんです。日本では春になるとスーパーやお菓子屋さんで売っています。皆さんももし見つけたらぜひ食べてみてくださいね。それからたけのこも春の代表的な食べ物です。たけのことは竹の赤ちゃんです。土の中から出てきたばかりの竹をたけのこと言います。春になると日本の山や森でたけのこがたくさん出てきます。スーパーや市場で新鮮なたけのこが売られます。日本ではたけのこご飯や煮物にして食べることが多いです。たけのこご飯とは春に食べることが多い日本の炊き込みご飯です。炊き込みご飯とはお米と一緒にいろいろな具を入れて炊くご飯のことです。たけのこご飯はたけのことお米を一緒に炊きます。だし、醤油、みりんで味をつけるのでとても香りが良くて美味しいです。柔らかくてほんのりと甘い味がしてご飯との相性もバッチリです。もし日本で春にたけのこを見つけたらぜひ食べてみてくださいね。春には大きなイベントがいくつかあります。卒業式と入学式があります。日本では3月が卒業シーズンです。小学生、中学生、高校生、大学生、みんなそれぞれの学校を卒業して新しい生活を始めます。そして4月になると新しい学校や会社が始まります。日本では4月が新しいスタートの時期なんです。卒業式とは学校を終わるときに行う大切なイベントです。小学校、中学校、高校、大学などで行われます。卒業式の日、学生はスーツや制服を着て学校に行きます。そして校長先生から卒業証書という紙をもらいます。これはあなたはこの学校を卒業しましたという証明の紙です。卒業式の時、先生や友達と話したり写真を撮ったりします。卒業は嬉しいですが、友達と別れるので少し寂しい気持ちにもなります。卒業式ではみんなで歌を歌うことがよくあります。特に卒業する生徒たちが歌います。音楽の授業で何ヶ月も練習して本番に向けて準備します。そして卒業式の日、いろんな思いを込めて歌うんです。歌の歌詞にはありがとうの気持ちやお別れのメッセージが入っていることが多いですね。私も隣で歌っていた友達が涙を流しながら歌っていたのを今でもよく覚えています。入学式とは新しく学校に入るときに行う大切なイベントです。日本では新しい学校生活は4月から始まります。
そのため入学式も4月に行われます。入学式では新しい学生が学校に入ることをお祝いします。みんな新しい制服やスーツを着て、ちょっと緊張した顔をしていることが多いです。校長先生の話を聞いて、これからの学校生活について説明を受けます。新しいクラスメートや先生と会うドキドキする日です。私の時は学校の外にある大きな掲示板にクラス分けの紙が貼り出されていました。みんなドキドキしながら自分の名前を探して、どのクラスかなってそわそわしていました。クラスが分かったらその教室に行きます。教室に入ると黒板に座る場所が書かれていて、それを見て自分の席に座ります。でも周りは知らない人ばかりで、隣や後ろの人に話しかけるのがすごく緊張しました。このクラスで友達できるかなってドキドキしながら座っていましたね。春は旅行にもぴったりの季節です。暑すぎず寒すぎず過ごしやすい気温です。暖かくなって外を歩くのが気持ちいいですよね。春のおすすめの旅行スポットをいくつか紹介しますね。一つ目は京都。京都はお寺や神社がたくさんある町です。春になるとお寺の庭や川の横に桜が咲いてとても綺麗です。歴史を感じながらゆっくり散歩ができます。特に清水寺や嵐山は人気のスポットです。2つ目は東京。東京でも桜が楽しめます。上野公園や目黒川はお花見のスポットとして有名です。川の両側に桜が咲いていて、風が吹くと花びらがひらひらと舞い落ちて綺麗です。たくさんの人が春の雰囲気を楽しんでいます。3つ目は北海道。北海道の桜は他の地域よりも少し遅めで5月頃に咲きます。東京や京都で桜を見逃してしまった人でも北海道なら間に合いますね。そしてうちの猫、ちゃちゃまるも春が大好きです。寒い冬の間はこたつの中で寝てばかりですが、春になると日向ぼっこをすることが多くなります。窓のそばでゴロゴロしながらお日様の光を浴びるのが気持ちいいみたいです。ポカポカした日差しの中で気持ちよさそうに寝ています。でも春は猫の毛がたくさん抜ける季節でもあります。ちゃちゃまるの毛が家の中にふわふわと飛んでいて、掃除がちょっと大変です。日本の春は美しい桜、おいしい食べ物、そして新しいスタートの季節です。寒い冬が終わり、暖かくなってくると、自然と気持ちも明るくなりますよね。皆さんの国の春と日本の春、どんな違いがありますか？コメントやメッセージで教えてもらえたらとても嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に、今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。
今日のテーマは日本の春です。皆さんの国の春はどんな季節ですか？日本の春はたくさんの人が楽しみにしている季節です。寒い冬が終わって少しずつ暖かくなってくると春が来たなぁと感じます。日本の春にはいろいろな楽しみがありますよ。どんなことがあるのか紹介していきますね。ところで、そもそも日本の春はいつからいつまでなのでしょうか？日本の春は3月から5月頃までです。もちろん地域によって少し違います。北海道などの寒い地域では春が来るのが少し遅いですし、沖縄では3月にはとても暖かくなっています。でも多くの人が3月、4月、5月を春と感じます。では、日本の春にはどんな楽しみがあるのでしょうか？日本の春といえば、やっぱり桜ですね。日本では3月から4月にかけてあちこちで桜の花が咲きます。公園や川の近く、学校の校庭にもたくさんの桜の木があります。桜が咲くと街が一気にピンク色に染まってとても綺麗です。春になると人々は桜を見ながらご飯を食べたり、お酒を飲んだりします。これをお花見と言います。友達や家族とピクニックをする人も多いです。お弁当を持ってレジャーシートを広げてのんびり過ごします。でも桜の花は短い間しか咲きません。満開になってからだいたい1週間から10日ぐらいで散ってしまいます。満開とは花が全部咲いていることです。例えば桜の花が全部開いてとても綺麗に見えるとき、桜が満開ですと言います。満開になると公園や道が花でいっぱいになります。でも花はずっと満開ではありません。何日かすると花びらが少しずつ落ちていきます。だからこそ桜が満開になるとみんな今しかないと思ってお花見を楽しむんです。春は美味しい食べ物もたくさんあります。例えば桜餅。ピンク色のお餅の中に甘いあんこが入っています。お餅とはお米から作った食べ物です。白くて柔らかくてよく伸びます。あんことは小豆、小さい赤い豆を甘くしたものです。ペーストのように柔らかくてしっとりしています。日本ではお餅やパンの中に入れて食べることが多いです。たい焼きやどら焼きというお菓子にも入っています。お餅の外側には桜の葉っぱが巻かれています。この桜の葉っぱはちょっとしょっぱいですが、桜のいい香りがします。あんこの甘さと桜の葉っぱのしょっぱさのバランスが良くて、とても美味しいんです。日本では春になるとスーパーやお菓子屋さんで売っています。皆さんももし見つけたらぜひ食べてみてくださいね。それからタケノコも春の代表的な食べ物です。タケノコとは竹の赤ちゃんです。土の中から出てきたばかりの竹をタケノコと言います。春になると日本の山や森でタケノコがたくさん出てきます。スーパーや市場で新鮮なタケノコが売られます。日本ではタケノコご飯や煮物にして食べることが多いです。タケノコご飯とは春に食べることが多い日本の炊き込みご飯です。
炊き込みご飯とはお米と一緒にいろいろな具を入れて炊くご飯のことです。たけのこご飯はたけのことお米を一緒に炊きます。だし、醤油、みりんで味をつけるので、とても香りが良くて美味しいです。柔らかくてほんのりと甘い味がしてご飯との相性もバッチリです。もし日本で春にたけのこを見つけたらぜひ食べてみてくださいね。春には大きなイベントがいくつかあります。卒業式と入学式があります。日本では3月が卒業シーズンです。小学生、中学生、高校生、大学生、みんなそれぞれの学校を卒業して新しい生活を始めます。そして4月になると新しい学校や会社が始まります。日本では4月が新しいスタートの時期なんです。卒業式とは学校を終わるときに行う大切なイベントです。小学校、中学校、高校、大学などで行われます。卒業式の日、学生はスーツや制服を着て学校に行きます。そして校長先生から卒業証書という紙をもらいます。これはあなたはこの学校を卒業しましたという証明の紙です。卒業式の時、先生や友達と話したり、写真を撮ったりします。卒業は嬉しいですが、友達と別れるので少し寂しい気持ちにもなります。卒業式ではみんなで歌を歌うことがよくあります。特に卒業する生徒たちが歌います。音楽の授業で何ヶ月も練習して本番に向けて準備します。そして卒業式の日、いろんな思いを込めて歌うんです。歌の歌詞にはありがとうの気持ちやお別れのメッセージが入っていることが多いですね。私も隣で歌っていた友達が涙を流しながら歌っていたのを今でもよく覚えています。入学式とは新しく学校に入るときに行う大切なイベントです。日本では新しい学校生活は4月から始まります。そのため入学式も4月に行われます。入学式では新しい学生が学校に入ることをお祝いします。みんな新しい制服やスーツを着てちょっと緊張した顔をしていることが多いです。校長先生の話を聞いてこれからの学校生活について説明を受けます。新しいクラスメートや先生と会うドキドキする日です。私の時は学校の外にある大きな掲示板にクラス分けの紙が貼り出されていました。みんなドキドキしながら自分の名前を探してどのクラスかなってそわそわしていました。クラスが分かったらその教室に行きます。教室に入ると黒板に座る場所が書かれていて、それを見て自分の席に座ります。でも周りは知らない人ばかりで、隣や後ろの人に話しかけるのがすごく緊張しました。このクラスで友達できるかなってドキドキしながら座っていましたね。春は旅行にもぴったりの季節です。暑すぎず寒すぎず過ごしやすい気温です。暖かくなって外を歩くのが気持ちいいですよね。春のおすすめの旅行スポットをいくつか紹介しますね。一つ目は京都。
京都はお寺や神社がたくさんある町です。春になるとお寺の庭や川の横に桜が咲いてとても綺麗です。歴史を感じながらゆっくり散歩ができます。特に清水寺や嵐山は人気のスポットです。2つ目は東京。東京でも桜が楽しめます。上野公園や目黒川はお花見のスポットとして有名です。川の両側に桜が咲いていて、風が吹くと花びらがひらひらと舞い落ちて綺麗です。たくさんの人が春の雰囲気を楽しんでいます。3つ目は北海道。北海道の桜は他の地域よりも少し遅めで5月頃に咲きます。東京や京都で桜を見逃してしまった人でも北海道なら間に合いますね。そしてうちの猫、ちゃちゃまるも春が大好きです。寒い冬の間はこたつの中で寝てばかりですが、春になると日向ぼっこをすることが多くなります。窓のそばでゴロゴロしながらお日様の光を浴びるのが気持ちいいみたいです。ポカポカした日差しの中で気持ちよさそうに寝ています。でも春は猫の毛がたくさん抜ける季節でもあります。ちゃちゃまるの毛が家の中にふわふわと飛んでいて、掃除がちょっと大変です。日本の春は美しい桜、美味しい食べ物、そして新しいスタートの季節です。寒い冬が終わり、暖かくなってくると、自然と気持ちも明るくなりますよね。皆さんの国の春と日本の春、どんな違いがありますか？コメントやメッセージで教えてもらえたらとても嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。